はい、どうも、アニモです。レモンストラップかと思いきや肌色の方ができてないんで、ちょっと浮気します。すいません。これ、猫ちゃんと豚さんに見えますでしょうかね。猫さんと豚さんなんです。で、これめちゃくちゃ簡単で、耳を後付けするとかじゃなくって、もうね、ぐる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 って編みながら耳もつけて、ほいでぐるぐるぐるっと編んだら終わるやつです。むちゃくちゃ簡単なんで、今回ね、これを編んでいきたいと思います。で、これを大きいバージョンでちょっと作って、例えば糸を2本取りにして、もっと太い針で編むとかにして、で、中にピッピってなるやつね、100均で売ってるんで、それでワンちゃんのおもちゃにしてあげるとかね、赤ちゃんのおもちゃにしてあげる、リンリンも売ってるからね、そんなんにしてあげてもいいと思います。あとはね、こういうコサージュ剤、セリアさんでこれ2個入って100円で売ってるから、こんな感じのやつにホットボンドでつけてあげたら、髪の毛のクリップにもなるし、ブローチにもなるし、みたいな便利もんですね。こんなにしてもらってもいいです。で、でもね、ほんまはこんなこと知りたいんちゃうんです。いや、こんなんすんねんけど、何するかね、ちょっとこれが説明が終わったら、言いますよ。とりあえず今回説明に使っていくのはセリアさんのニューエンジェルコットンです。これを、よいしょ。ここか。カラーナンバー。白が1番、黒が5番って感じです。で、これが、かぎ針が3号、4号推奨してあるんですけど、まあ、別に4号針でも全然大丈夫。ただ、今回は次回ね、やっていくのに5号針を使うから、今回も5号針の3ミリで説明していこうと思います。で、それから、閉じ針とハサミのセット。で、針はね、一番細いのを用意してます。その件とね、なかなか通らへんよ。はい。で、次回何知りたいんや言いましたらね、じゃん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 じゃーん。にゃんにゃん。これね、これを作っていきたいんです。これむっちゃん便利もんで、ここが、ほら、引っ掛けれるでしょ。ほんならまあ、例えばタオルをぶら下げてやるとか、手袋とかミトンをね、ぶら下げてやるとか、あと携帯のコード束ねてやるとかね。で、あとカバンにぶら下げて連れて行ってやるとか、なんとでもできますんで、むちゃんこ便利です。これすげえと思うでしょ。うん。いや、わかる？洗濯バサミが入ってます。ね。で、この糸もめちゃくちゃ可愛くって、これは次回に説明していくんですけど、とりあえず一瞬言うときましたら、セリアさんのミルフィルムソックヤーンっていうやつを使ってます。で、これね、好きな色買ってきてもらっとったら次回までに、これ一つ作るのに、これ使ったんですけど、めちゃくちゃ余ってます。だから一玉あったら何体かできると思います。はい。なので、カバン系は誰がカバン作んねん。クリップ系はね、クリップ包む系は次回、説明していきます。で、この目とかなんですけど、この子はもうほんまに玉結びだけでできてるからさっきの白黒糸でできます。で、この子の目なんですけど、ここのとこね、セリアさんに昔買った時があるんですよ。で、探してたら、全然ないから今日やっと店員さんに聞いたら廃盤になりましたって言われたんですよ。で、これめっちゃ便利やったんですよ。刺して後ろからこのね、プラスチックでパチパチっと挟むだけのやつなんで、これがある人はこれが便利。ない人は、こんな感じの目がいいねんって言うんやったら、ちょっと最近100均では見た時ないんですよ。もう廃盤になってるしね。また他の100均であるよっていう人、セリア以外であったよいう人また教えてください。アニモはこの手芸屋さんで買ったね、この8ミリ、9ミリかなの目玉ボタンを使っていきたいと思います。これもね、手芸屋さんで何個か入って200円とか300円とかそんな高いもんじゃないです。黒い目でも大丈夫。なんで黒い目でも大丈夫か言うたら、じゃん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 。これ、虎じゃないからね。虎じゃない。これ何がおかしかったんかな？虎になっとるんやけど。まあでもこの目でも猫でいけんことはないです。虎作りたい人はこれでもええです。これはね、えんらい子が多すぎたからちょっとおかしなことになって、最終これに落ち着いたいう感じなんで、兄もこの目好きなんですけどね。用意できるもので大丈夫です。で、あとはね、これがいります。手芸綿。ね、ちょっとだけお顔の分に詰めていきます。じゃあこれが用意できたら編んでいきましょう。はい、じゃあ編んでいきます。今日のめちゃくちゃ簡単やからね、初心者さんでも編めたらなと思いながら編んでいきたいと思います。はい。じゃあちょっとね、今日白猫ちゃんを作るので、白い糸で編んでいきます。まず手に糸をこう回してきて、挟む。はい。で、針を下。そしたら、針を手前からくるーっと回って、右から上に戻ります。この下のクロスのところを押さえといて、針先に糸をかけて、この今針にかかってるこの中を通り抜けます。これができたら、この糸端をぐーっと引っ張る。玉結びがきつくなりました。針にかかったとこゆるゆるやからね、これをちょっと引き締めます。玉結び動かんようにここを押さえといて、糸玉側をぐーっと引っ張る。
でまた手に糸をかけたら、このね、糸端持って、ちょっと見たら今キチキチやなと思ったら根元の方までこうスライドしてください。なら、針先に持ってきた時にいいぐらいの隙間ができてます。はい。このぐらいゆとりを持ってね、編んでいきます。あんまりゆるゆるじゃなくてこのぐらい。ほんまにちょっと根元に来たらキッチキチやけど、針先に来たらちょっとゆとりがあるぐらいでいきます。はい。そしたら今から鎖編みをしていきます。鎖編みは針先に糸を向こうから手前にかけて、針にかかってるこの中を通り抜けます。これが鎖編み。今1回できました。もう1回同じこと。針先にかけて、この中を通り抜けます。この時ね、鎖の大きさがわからんかったら根元までまた持ってきて、根元でちょうどよってなったらそーっと針先まで来て、糸をかけて、この中を通り抜ける。そしたら一目目と同じぐらいのね、隙間なんわかりますかね。はい。で、これまたかけて抜く。今これで4回、あと1回。5回します。1、2、3、4、5と数えますよ。で、5回できたら、今からね、立ち上がりの鎖編みを1つ。さっきとやることは変わりません。かけて抜いてくるだけ。そしたら、今こうやって鎖の目が見えてるやつを裏返します。また、裏返しを途中見たらね、こうポコポコポコっといますね。裏に1本ずつ。これが裏山です。この真裏向けたちょうどセンターぐらいにおる子ね。この1本の子が裏山って言います。この子を取っていきます。糸をずーっと辿ってきたら、根元の裏側。ここにおる子は、さっき立ち上がりですって言ったこの裏山やから、この子は飛ばして、この次の子、2つ目、1個目、2個目。この裏山、1本のところに針を入れます。はい。これができたら、細編みをします。針先に糸をかけて、今通ったここの1本の中だけから、こう出てきます。そしたらね、根元のところを持って、そっと出して、隣の子と背の高さを合わせます。なら OK ってなったら針先に糸をかけて、この2本の中を通り抜けます。これが細編みです。で、細編みができたら、わからなくなる人はね、リングしときます。針にかかってる子の下、この2本。ここの2本の子に、こうやってリングを、この2本に、よいしょ、こう刺しときます。はい。それができたら、この糸をずーっと辿ってきたらね、この1つ目引っかかってるこの子います。さっきのこの足なんですけど、この足が入ってる同じところに針を入れます。この1本の裏山。さっきと同じところです。ここに入れたら糸をかけてまた出してくる。根元持ってスッと伸ばす。ならかけて、この2本の中を通過。今日はね、ほとんどこの細編みが出てきます。はい。そしたら次から一目に1つずつ1、1、1と細編みをしていきます。次の裏山1本の子に入れて、かけて出してきて、かけて2本の中を通過です。はい。次のこの裏山に入れる。かけて出してくる。根元持ってす。かけて2本の中を抜く。次の子にも、よいしょ。入れて、かけて出してきて、かけて2本抜く。はい。じゃあ次。一番最後ね、この玉結びの横にポコッとおるこの裏山ちゃんです。この子に針を入れて、で、糸をかけて出してくる。よいしょ。で、スッと伸ばしたら、かけて2本の中を通り抜けます。そしたら、今編んだとこにあと2回入れます。端っこは3個になるんですけど、今、この足ね、この足が入っと同じところに針入れます。で、このね、糸端邪魔やな思って、針の上、向こう側にやります。で、ちょっと押さえといて、よいしょ、押さえといて、今の間にかけて、出してきて、この時はね、今こう編んできたから、こう、今度はこう縦長に見て、で、こう垂直で OK ってなったらかけて抜きます。はい。で、次また、この子を辿ってきたら、ここ、足が入ってるのがここですね。足と同じとこに針入れます。そしたら今度はね、この2本が取れてきます。こう、裏山1本を取って編んできて、今こうね、戻ってきようところです。なら、こう最初の鎖編みを見ながら編んでいくことになります。はい。で、この糸端。今度はね、右から左に針の上。この時ちょっとチュッチュッと引っ張って、こう針の上に持ってきます。なら生地と一緒にこう挟んどいて、糸をかけて、この中を通ってきて、で、かけて2本の中を抜きます。はい。これで端っこにね、3回入れました。じゃあ次。今編んだとこの次。ですか？今編んだとこの次の目がここです。ここに入れる。じゃあ頭2本のところに入ってるから、
また糸端は針の上に持ってきといてください。で、生地と一緒に挟んどいて、かけて出してきて。この時根元しっかり持ってね。で、かけて2本の中を抜く。はい。じゃあ次、これでね、よいしょ。一目に一つずつの2回目です。また糸端を上に置いて、かけて出してきて、で、かけて抜く。次で、よいしょ。一目に一つずつの3回目。次の穴に入れる。頭2本のとこに入ったな思ったら糸端も編みくるみます。こうやったら一緒にくるっとね、編みくるめてます。はい。で、次の目はね、今編んだとこの次の目、ここですね。ここに針を入れて、で、また編みくるむのに針の上に置いて、かけて出してきて。ここはね、端っこやけど1回だけです。なんでか言うたら最初に2回入れたでしょ。最初の2回とこの子合わせ3回になります。端々は3回入った。間は1個ずつ3と入ってきました。はい。ほんなら、この糸端ちゃんは後ろ側にこうペトッと置いといて、リングと同じところに針を入れます。よいしょ。もうリングいらん方抜きますよ。はい。でもこの子ね、後ろ側でグッと置いといたらいいからね、切らんでよろしいです。よろしいです。はい。なら糸をかけて、今この突き刺したこの子の中から出してきます。で、針にかかってるこの中も通り抜けます。これが引き抜き編みです。で、毎段引き抜き編みをしたら針の上の糸、指で押さえてグッと押さえたまんま針ごと右にグッとやったらね、この子が引き締まります。いいですか？針の上を押さえたまま右にグー。ちっちゃなったらわかります？この子ぐっとちっちゃくなりました。これで OK。ほなまた最初みたいにこの生地を挟んどいて、こう、戻してやる。はい。これね、一周回ってきて引き抜いた時は引き締める。これ毎段です。いいですか？そうしたらまず鎖編み一つで立ち上がります。で、前段最初にね、2目入れましたね。最初に2目入れた子には今から V って言って、一目に2つずつ編んでいきます。なんで V って言ったら編み図がね、V マークみたいになるからです。ほな、まず一つ目の子にブスッと針。一つ目の頭わかりますね。こう今引き抜いたこの子。ここから引き抜いてますね。この子です。この子に入れる。で、糸をかけて出してきます。で、細編みですね。かけて2本の中を抜く。わからなくなる人は一番最初の一目を編んだ時、針についてる下の子です。この子にリングをしておきましょう。で、まず一つ編んだ時点でブーって言うてください。はい。で、もう一回同じ足が入ってるところに入れて、かけて出してきて細編みです。はい。い。ね。ほんで、ブーイって言うたでしょ？ブーイって言うたら2回編んでることになるんで、次の子にも V です。次のこの頭2本。この子の次の頭2本のところに針を入れて、細編み。編んで、ブ。同じとこに入れて、もう一回編んだら、イ。ね。ここで V で2回入れました。V が来た。次からまたここ一緒。1、1、1って。3目にね、1つずつ細編みをします。ここからさっといきますよ。1。次の子にも、これで2個目。次の子に入れて細編み。これで3回細編み。1、1、1を編みました。なら次、端っこの目にさっきの時ね、3回入れました。この子とこの子とこの子には V を編みます。ですか？今編んだとこの次の頭。この2本のところの下に針を入れて、糸かけて出してきて、かけて2本の中抜く。ブ。同じ足が入ってるところ。この足が入ってるところに入れる。かけて出してきて、イ。次の頭2本のところに針を入れる。で、ブ。同じとこ入れて、イ。ちょっとスパルタになってきた。はい、次の子にも V です。ブ。イ。はい。次から1、1、1になります。ちょっとわかるかな？はい。1、次。はい。2回目の1。次。よいしょ。この糸端裏側に置いといて。1。はい。なら次。この子の次のところの穴。この頭2本の下に入れたら、ここには V です。ね。はい。V。い。はい。これで編めました。なら最初の頭に入れてリング取ります。よっこいしょ。はい。で、引き抜き編みです。糸かけて、引っこ抜いて、この中も引っこ抜いて。引っこ抜きしたら針の上の糸押さえて、ここ見といてよ。ここの親指のこの、ここね、この糸が、
ぐー、ちっちゃくなりましたね。これをします。針の上の押さえたまま右にぐー。で、戻す。はい。なら次、これで今から3段目になります。なら、まず鎖編み1つ立ち上がります。かけて抜くだけ。はい。そしたら、この根元の子、ここですね。この子に、まずね、1。で、次 V。1V を編みます。で、その次も 1V。1V、1V を2回します。まず根元の子。この引き抜いてきたここの頭の目。ここでまず細編みを1。これができてわからなくなる人はリングして。はい。次の目に V です。V。同じところに、い。次 1V。まず1回編む。なら次の目に V です。V。い。はい。じゃあ次から1、1、1。はい。1回目の1、次の子に2回目の1、次の子に3回目の1になります。はい。じゃあ次、1V、1V。いいですか？ 1V、1V、1V。ね。3回やります。まず最初の 1V です。まず1。で、次の子に、V、い。2回目の 1V いきます。まず、次の子に1。次の目に、V、い。はい、3回目の 1V いきます。1、V、い。はい。なら次から、1、2、3、1回ずついきます。1回目、次の目に、2回目、次の目に3回目。はい。これができたら、あと2目、こことここが残ってます。ならまず1つ目に1。次の子に V。次の子に V。い。そろそろリングなしでやっていきたいので、ちょっと見ときます。今ここにあんだね。その横にここにちっちゃい横線いますね。これがぐーっと引き締めた、引き締められた子です。引き抜き編みの目。で、次、立ち上がるよって鎖一つで立ち上がった鎖がこの子。で、最初の頭です。ですか？編んだ後は必ず引き抜き立ち上がりがおるからね。この辺は目じゃないです。はい。ほんなら、ここ、リングちょっと外してもだけど、リングのところね。ここに、引き抜き、引き抜き。上を押さえて右にグー。戻す。はい。これが毎段同じことをしていきます。なら、もうね、リングアニモはつけないけど、まだまだわからんよいう人は一目編んだら、細編みを編んでください。リングつけてください。はい。なら、次ね。次は、1V1。1V1。まず 1V1 を2回やります。鎖編み1つで立ち上がる。これ、高さ合わすために必ず鎖編み1つで立ち上がります。はい、じゃあまず根元の子。根元の子にはまず1です。1。次の目。次の目には V です。V。い。ね、ここに V 編んだ。その次の子には1。はい。これで1つ。次また 1V1 をもう1回いきます。ですか？ 1。次の目には V。同じとこに入れて、い。で、次の子に1。はい。じゃあ次からそろそろお察しいい人わかりますね。1、2、3個には1、1、1です。いいですね。はい。なら、1、次の子に2個目、次の子に3個目です。はい。なら次、1V1 を 1V1、2回目、1V1、3回目とやります。ですか？ 1、次の目に、V、い。なら次の子に1。これで 1V1 ときました。次の子にもまた1、次、V、同じとこ入れて、い。次の子に1、1V1、2回目終わりました。ほったら3回目は1、次、V、同じとこ入れて、い。次の子に1。はい、これでね、1V1 が3回終わりました。次、1、1、1ですよ。その次何するかわかりますね。111が終わった後は 1V1 で終わりです。1V1 で終わりです。ですか？まず1、次の子に V、い。
その次の子に1。よいしょ。はい。これができたら、よいしょ。よく見たら、引き抜き編み。ですか？今この目に編んでるからね。この目に編んでるから、その次のここのちびっと折るのが引き抜き。立ち上がり。ここが頭なんですけど、頭の左下必ずね、この V っていう子が折って、この子が細編みの足です。一つ目の細編みの足の右上。引き抜き、立ち上がりの上。これが一目目です。これを見れるようになったらね、もうリングつけんでいいから楽ちんの助です。引き抜いたら上でグー。はい。ほんなら、よう頑張ってきました。今からね、むっちゃん簡単です。今からぐるーっと一周、細編みばっかりです。30目になります。鎖編み一つで立ち上がる。で、根元の子。根元はね、ここにおる。ちょっとちっちゃくなってるかも。よその目よりちょっとちっちゃくなってるかもやけど、この子を飛ばさんようにしてください。根元の一つ目ね、前段ですよ。はい。で、かけて出してきて、細編み。これをね、ぐるーっと編んできたら30目あるから、一目に一つずつ回ってきますよ。はいしょ。今日は何喋ろうかいと思いながらね。じゃあね、ほんで、もう一個やりたいことがあって、あるのよ。だけど、あれしよう、これしようって言ってね、もうあっちこっち浮気ばっかりしてます。やりたいことっていうか、外国の人が見てくれて、ほいで、ちょっとあんたのやつ編みたいんやけど、英語のやつないか言うてね。ほんで、字幕と思ってね、今まで字幕つけてないんですよ、兄もね。ほんで、もうほら、自分が喋ったやつの、何の文字出したりするのに一緒やから。なしょったら、YouTube 紹介してもらった、男の子がね、あんなあれボタン一つでできんでな、言うから、なんやて言うて。アップした後のやつもいけんのかいな、言うたら、いけるで、言うから、ほんまかい言うてやね。私それ教えてんかいな、言うて自分でも調べつつね。ほんで、さあやってみよう、思って見たら、ランドセルのやつ言うたら、1時間4分とか動画があるのよ。字幕つくん1時間までの動画です。何言うてね。ほんたらなんやこれ、英語で説明せらんなあかんのんか思いながらね。ほいでちょっと、悩みながら、まあでも久しく英語も喋られんぞと思いながらね、一番最初は何で始まるんや思いながらやってるけど、そのうちちょっとね、もう一回。で、前ちょっと失敗しとったとことかあるんで、その辺直しながらランドセルもまたせらんなあかんのです。またかいと思うけどね、ちょっと違う色で編んでいきたいなと思ってます。で、今これブツブツ言ったら一周終わりました。これ一番最後の頭。大きい頭がある横にチビと、ちょっとチビがおるんです。これが引き抜きと立ち上がりなんで、あ、ここが最後やな、と思います。自分でね、思います。それで、引き抜き編み。よいしょ、見えるかなこれが引き抜き、立ち上がり。その横見たら最初の足がある右上。これが頭です。なら、ここに引き抜き、引き抜き。上を押さえて右にグー。はい。これでね、今から編む段でちょうど半分になります。今からの段で、耳をもうつけていきます。まずね、ぐーっと22回、一目に一つずつ細編みを編みます。鎖一つで立ち上がって根元の子。ここから22回です。細編み、細編み、細編み言いながらね、22回。いや、細編み言うと何回かわからんから1回、2回、3回言うてくださいよ。で、ずーっと回ってきたら、もし分からへんかったら、一番最後の目から8個目のところまで、開けたところまで編んでいきます。もうね、簡単です。もう耳さえ終われば、耳終わった後ね、減らし目っていうのがあるんですよ。VV って増やしてきたところを今度は、2個の目を1つに減らしていく、減らし目、2目1度をしていきますね。それをアニモは、弦って呼んでます。漢字で減らすって書いたら弦って読むでしょ。だから弦って呼んどるけど、急にね、誰か友達呼んびょんか思わんとってね、弦言い出しますからね。だから、アニモは数えてないから、そろそろ見てみよう。一番ね、ここちょっとぽっこり立ち上がってこうなってるね。ここが、よいしょ。引き抜き編みと立ち上がりってなってるんです。わかるかな？引き抜き編み、立ち上がり。これが最後の、大きい目が最後の子。1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでなので、あと1、2。あと2回ね、細編みを編んだら耳をしていきます。これが取れたときは、輪を広げて、ね、ゆっくり引っ張ったらね、動く方があります。よいしょ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 。ね、動いてるのを針の手前に入れるんですよ。こうです。ね。
失敗も説明できるからいいやんね。はい。ほんと次の目。もう知っとるわ、いうベテランさんごめんなさいね。はい。1、次。はい。これで普通に数えてきた人やったら22目編んできたと思います。残り8回残してます。はい。じゃあ、ここから耳をつけていくんですけど、今までこの頭2本を取ってきたんですけど、頭2本じゃなくて手前の1本だけに針を入れます。この頭2本じゃなくて手前の1本だけ。ですか？そしたら針に糸かけて、引き抜き編みです。引き抜いてきて、このまま針にかかってるこの中も引き抜く。でちょっとだけ引き締めて、ぎゅうぎゅうじゃなくて、ちょっとだけ引き締めて、それができたら、針に糸をかけます。あ、ゲンゲン言うたけど、中長編みと長編みおった。いきますよ。今から中長編みです。針に糸をかけてから、これが動かんようにちょっと指でね、押さえといたらいい。で、この今と同じところの穴、この1本のところに入れる。で、そしたら糸をかけて、この中を通って出てきます。で、スッと伸ばす。そしたらかけて、この3本の中を一気に通り抜けます。これが中長編みです。じゃあ次の子。次の目のまた手前半目に今度は長編みを編みます。針にまず糸を向こうから手前にかけてから、次の目のまた手前半目を取ります。ですか？ 2 本じゃなくて手前半目を取ります。で、糸をかけて出してくる。スッとさっきみたいに伸ばす。なら針に糸をかけて、今度はね、この左側のこの2本の中だけを通り抜けます。ここを通り抜けて、ここに出てくる。なら、あとの2本、かけて通り抜けちゃいます。これが長編みです。そしたら、まだあった。ピコット編みです。なら、いろいろできますよ。鎖編み2つ。かけて抜くだけ。かけて抜くだけ。2回できました。2回したら、1、2、この3個目の鎖目みたいな子いますね。この横から見るんじゃなくて正面から見る。1、2、3個目。この3個目のところまでこう降りてきて、この3個目のところ。この3個目、1、2、3個目のこの子と、この横にあるこの1本。正面から見たらここお山みたいになってるこの2本。ここに針を入れます。で、できたら糸をかけて、2本の中を通り抜けて、針にかかっているこの中も通り抜けます。この時通り抜けにくかったら、この下の鎖の2本とこ押さえといて通り抜けます。はい。これでね、耳のとんがりができました。ならまた鎖編み1つをします。はい。で、根元のところ。ごめんなさいよ。根元のところ、同じところね。長編みと同じところのこの1本のところに引き抜き編みです。引っこ抜け、引っこ抜け、引き抜き。ね、引き抜きができたら、ほんのりだけちょっと引き締めて OK です。これでね、耳ができました。カンチコチン。ね。そしたら次。今ここに編んだでしょ？よいしょ。ここに、この穴に編んだから、この次のところ、ここ。ここから、まず3つ細編み。一目に1つずつ。1、2、3。はい。そしたら次のこの2目で耳を作って、最後1つ、ここ細編みを忘れずに編んでいきます。で、さっきと全く同じ耳にしても、あんまり変わらないから問題ないです。ただ、遡っていって、こっち側からやる形の、今こう来たけど、こう戻っていくのと同じようにやっていきます。無理な人はさっきと同じやつのやり方で大丈夫です。まず、手前半目。ね。次のこの手前の1本だけに引き抜き編み。それはさっきと一緒。引き抜き、引き抜き。ほんのり引き締める。はい。それができたら、さっきは中長編みやったんですけど、中長編みじゃなくって、反対側です。鎖1つから始めます。で、長編みをして、ピコットを作って、中長編み引き抜きをします。いいですか？長編みなので、かけて、同じところに針を入れて、糸をかけて出してきます。スッと伸ばす。かけて、左側の2本の中だけを通り抜ける。1、2でここに出てくる。で、残ってる2本の中を通る。じゃあ、鎖2つしますよ。鎖。はい、2回したよ。鎖2回したら3個目のこの子。根元から1、2、3個目のこの子の正面から見たらこのお山みたいにあるこの2本を取ります。ここ。これがピコット編みやからね。かけて引き抜く。難しかった根元を押さえて引き抜く。はい、これで角ができました。
ならこのまま次中長編みに行きます。かけて次の目です。次の目の手前半目の子。よいしょよいしょ。手前半目。で、かけて出してくる。スッと伸ばす。なら、このかけて3本の中を一気に通り抜けます。これが中長編み。そしたらもうこのまま同じところ、同じ穴に入れて引き抜き編みです。かけて出してきて、引き抜き、引き抜き。上を押さえてほんのり引き締める。はい。これができたら、今編んだとこの次。これが最後の目なので、ここに入れて、頭2本のとこです。今度はね。ここに細編み。はい、これで一周してきました。ほんなら、今編んだとこの横、引き抜き編み、立ち上がり、最初の足の右上の頭、ここね、ここに入れて、引き抜き、引き抜き、押さえてグー、戻す。はい。これでもう半分できました。あとはもう縮めていくだけやから超簡単なんですけど、とりあえず、今から1段編んで、そこから縮めていったらもうちょっと裏の始末がしにくいので、1段編んだ後に好きな顔を作っていきます。ですか？なら鎖編み1つで立ち上がる。で、この1段はね、今からまた22回細編みを編んでいきます。で、この耳の後ろまたちょっとやることが違うので、わかる人はいいんですけど、わからない人は数を数えながら来てください。まず根元の子から、1、2って言いながら22回来てください。ちょっとね、もうわかると思うから早送りします。はい。ちょっと今ね、ぐるーっと20回細編みをずーっと編んできました。ぽっこりなってきましたね。20回ぐーっと編んできて、そしたら、あと2個ね、こことここなんですけど、もし数えんと、私わかるねんって来た人は、この細編み、最後の細編みのやつの右上。ここまで細編みです。ね、この次になったら引き抜きと中長の足になってるでしょ。この最後の細編みの上の頭まで。ここで21回目。次の子で22。これでちょうど22になってます。そしたら次の目どこ飛んねんって言ったら耳をね、前にペタッと倒してください。ね。耳を前にペタッと倒したら、よいしょ。裏側を見る。こことね、ここに1本ずつ横に渡ってる糸があるの分かりますか？こことここ。この手前ね、これはね、よいしょ。この横のやつにはこいつの足が入ってるから、この目にはこの足が入ってます。だからこの次のこの1本1本。見えますかね？よいしょ。この1本、この1本。長い1本。この下のチビは関係ないです。この長い1本1本。この子に中長編みを編んでいきます。ですか？耳前にペタッと倒して針に糸をかけて、裏見たら、こう見たら見えてるね。長と長。この1本目の長にかけて出してきて、かけて3本の中を通り抜ける中長編み。かけて、次の子ね、次の子の1本ちゃん。ここに中長編み。はい。これができたら次ですね。次はね、この耳を戻してもらったら、よいしょ。ここに V、V、V っておりますね。わからへんかったら、この耳の大きい子ね、耳の、こう耳が来たの次の子。ここから1、2、3個は普通に細編みです。ですか？この耳が来たの次の真横の1、2、3、この子です。で、針を手前からね、ぐっとこの子に入れなあかんから、手前にぐっと持ってきて、よいしょ。1、2、3、この子ね。この2本の子に頭に針を入れる。で、糸をかけて出してきて、細編みです。かけて2本の中を通り抜ける。それができたら次ですね。次の子に入れてかけて出してきて、細編み2回目。次ね、3回目の子。わかるかな？足がここにおる右上。これが3回目の子です。はい。そしたら次ですね。また耳の後ろです。耳をペタッと前に倒して見てみます。長い子いますね。この2本です。わかりますね。はい。かけて、この1本、こう長く折る子。この子に中長編み。かけて3本の中。かけて、次。この隣の長い子。この子に入れて、入れて、ここに中長編み。はい。これができたら最後の子ですね。ここの引き抜き立ち上がりの手前におるこの大きな目。ここに手前から、
よいしょ。この耳のね、中長身の後の細編み一目だけちょっとやりにくいかもやけど、頑張ってここに入れて、かけて出してきて、かけて2本の中を通る。ね、ちょっとここだけややこしいけど、これさえできたら、もう耳をほら、後からつけたりせんでももうついてるもんね。楽ちん。はい。で、ここちょっととんがらしてやってもいいからね。はい。ならそれができたら、引き抜き編み、立ち上がり、最初の足の右上の頭。ここに引き抜きます。かけて引き抜き、引き抜き。上を押さえてグー。で、この時のグーのままね、糸をこう、スーッと広げて、張り抜いて。で、今から顔を作っていきます。もうね、どんな顔でもいいです。ね。こういう目つけるのはわかりますね。裏穴開いてるやつやから縫い付けてるだけです。刺繍も好きにしてもらったらいいです。どんな顔でもいいんです。ほんまにね。どんな顔でも刺繍。豚さんでもええし、ワンちゃんでもなんやったらできるんちゃう？セリアさんやったらパグの花はめっちゃちっちゃいのも売ってたから、あれつけても可愛いやろなと思ったけど、今日はちょっと買ってきてないので、好きな感じでね、こうにっこりちゃんの口もできるし、鼻をこうギチャギチャするのがめんどくさいから、この鼻に行き着いたいうやつなんですけど、アニモは、黒猫ちゃんがおるから、白猫ちゃんもこれの、ステッチを黒糸バージョン。で、目はね、よいしょ。もしかこれを持ってる人がおるんやったら、これちょっとやってみようかな。これも差し込んでカチャッとつけるだけなんで、ちょっとこれ開けてみます。よし。そしたら目をつけていきますね。よいしょ。もうね、目でこんなん買えへんねん言う人は、あれでいいですよ。もう線だけでもいいしね。刺繍で線だけでもいいから好きにしてくださいよ。ちょっとバランス見てどこでもいいから好きなところ、全くええところやのうてもええんです。ちょっと上目に行ったろかな。好きな穴のね、こういう穴のところを見つけて、5号針やから結構簡単にこう刺さると思います。はい。これをカチカチカチとつけるだけなんです。反対か。もう一段行きたいけど、無理か。いや、まあいけてるか。こんな感じ。これね、めっちゃ簡単。なんで廃盤になったんかな？誰かほんまによそで売っとったら教えてください。これ5号針やから、穴が大きいから刺さりやすいですね。あ、なんかトトロ言うたらあかんのかな？トトロにこんな子おったな。ちびトトロ言うたらあかんのか。はい。言ってもいいのか。はい。どこに聞いたことんねん言うてね。大きい会社さんです。はい。はい。これやったらめっちゃ簡単。兄もこれ手で縫うたから大変やった。このね、ワッシャーのやつもワッシャーの形が違うかっても、手芸屋さんに売っとうと思います。だからそんな感じでね、やってください。これこのまま包んだ。ムーミンいや、ね。はい。はい。ほんなら、刺繍もね、好きなんでいいんです。ざーっとやっていきます。まずね、これ一本取りでこう通して、さっきのこの糸の黒バージョンですよ。で、玉結びにしてます。これ玉結びがこれで抜けへんのかって言ったらそんなことはないんです。なので、まずね、ひげつけようと思うから、こう切って、いや、まあどうでもいいんですよ。こう切って、兄ももうこの辺にひげをしようかな思ったら、そーっと切って、この玉結びの手前のとこで糸割ってね、これをこう通すんです、アニモの場合はね。糸を割ってます。わかりますかね。よいしょ。糸を割って、この中にこう通してます。ほんなら、この玉結びが引っかかって抜けてけえへんから安心ということです。ね。はい。ほんなら、どこでもええからまたコーナーしてね、ひげつけた。ほんなら、鼻でもつけていこうかいなということで、鼻もね、だいたいどこでもええのよ。こなして。鼻んとこだけちょっと分厚い方がええから20でいっとこかな、言うてね。2回行きたかったらこなして2回行くんです。ほんなら真下のところに出てきて。で、こう入れて、また同じとこに出てきてから、よいしょ。ね。こんなん決まりないから好きにしてよ。なら同じところに入れて、それでも説明すんのかい言うてね。ほんでまあ、兄はここに出たいからこなして、この子を引っ掛けて、これがお口になります。よいしょよいしょよいしょ。で今度ね、こっちにも来るから、このぐらいはちょっと余裕持っといて、同じところに戻ります。戻りながら、こっち側のここに出たいから、ここに出て、この子を拾って、おもろいことになってるでしょ。これでちゃんとなるはずよ。こなして同じとこに戻してやる。これね、ちょっとアホみたいな猫できてきた。なら今度ここにあとヒゲをつけたら終わりなんです。
この刺繍もね、むっちゃん簡単でしょ。これ喋った間にできるもんね。こなして。次どこに何書きたいかなと想像しつつこうやっていくとできるんです。はい、刺繍終わりです。メモついた刺繍も終わった。はい。ほんなら、こういうのもね、どこでもいいから、この黒糸ちゃんでもいいかな。この黒糸ちゃんにこなしてねじくりの玉結びちゃんね。これはちょっとやっといてあげんとね、後で抜けてきたら嫌やから、裏なんかもう見えへんなるから綿入れてね。どこでもいいからまた戻ったこういうところとかでもいいから何回かあちこちでね、この玉結びちゃんはアニマはしてます。こんなんね、洋裁の先生にこんなん少年言うたらしないで叩かれるぐらい怒られるかもしれへんけど、もうアニモの場合はむちゃくちゃ自己流やから、見習わんでもいいんですよ。ほいでからこの糸また次に使えそうな長さがあったら置いときます。アニモはこれで置いとくんやけど、今日は大盤振る舞い。この子も綿の代わりにしちゃいます。はい。ね。綿の代わりにしちゃいます。で、こういういらん糸くずこなして入れとくんですよ。ほんなら綿もちょっと節約になるからね。ビビたるもんやけど。はい。そしたら、今度はこれを閉じていくだけです。今度はね、この広がってきたやつをこう包んでいきますよ。はい。ほな、針の戻し方さっきも言いました。ゆっくりゆっくり引っ張って動いてる子。動いてる子が針の手前に来るように。こうですね。はい。そしたら、ここからは、一番最後のね、1V1、1V1 まで増やし目をしたんですけど、それの反対バージョン。1弦1、1弦1をします。ですか？まず鎖編み一つで立ち上がって、位置はわかりますね。根元のこの子に位置をします。はい。じゃあ次ね、弦です。弦はどうするかって言ったら、次と次で減らし目をします。これとこれを一つにします。まず次の子に針を入れて、頭2本ね、かけて出してくる。で、細編みやとこのままかけて抜くけど、このままの状態で次の目に針を入れます。次の目、入れる。で、かけて出してきます。ね。で、かけてこの3本の中を一気に通り抜ける。これで1つの目に減りました。ですか？1弦が終わった。次1です。もう一回同じこといきますね。1弦1です。まず1。1ができた後、弦です。弦は一つ目。次の子ね。この次の子よ。この子ね。この子に入れてかけて出す。この状態で次の子にも針を入れてかけて出す。でこの子とこの子から糸が出てきてる状態。これをかけて全部抜けば2つが1つになりました。ね。これが弦です。なら次1。はい。じゃあこれで1弦1、1弦1が終わりました。ならね、わかると思います。次から何回細編みでしょう？ 3 回です。1、次の子に2回目の細編み、次の子に3回目の細編み。はい。じゃあこれができたら1弦1を3回やります。いいですか？まず1、次、ちょっと待ってよ。はい。弦、こうやって弦って言って、ここからも出してくるんです。で、かけて3本の中を抜く。次のところで1。これで1つ目の1弦1が終わりました。次、1、弦、で、1。はい。ね。ほんまやったらね、こっち側から、あれをしてもよかったね。3回。まあ、ええか。多分、さっきと同じようにやっていった方が、形は同じになるんで、覚えてやりやすいと思います。ね。何のこっちゃ分からへんね。アニモの頭の中だけや。はい。ほんなら、1弦1いきます。1、次、弦、はい。で、1。耳前に倒してね。1。はい。これで3回終わりました。ね。ここの細編みで3回目が終わったので、次この耳の後ろにおるこの子とこの子。普通に頭がおるからね。ここから細編みを1個ずつ。1、次の子に2個目。次の子に3個目。はい。じゃあ次。1、弦、1です。ですか？ 1、次、弦、次の子で、1。はい。なら、引き抜き編み立ち上がり、最初の足の頭、ここに、よいしょ。引き抜き、グーします。はい。そしたら、次は、1弦になります。いいですか？
鎖編み1つで立ち上がって、まず1。よいしょ。で、下。次の目に入れて、ね。で、次に1、次弦ね。下。はい。なら次3個。1個ずつね。1、次の子に2個目、次の子に3個目です。はい。じゃあこれができたら次から1弦を3回ですね。1、入れて出してきて、次の目に入れて出してきて、かけて3本抜く弦です。はい、じゃあこれ2回目の1弦いきます。1、弦、はい、じゃあ3回目の1弦いきます。1、弦、はい。それができたら、1、2、3ですね。1、次、2、次、3。はい。顔を押さえたり、へちゃかしたり、こう、つぶさいくなっとった。よいしょ。ね。はい。ほんなら、1弦ですね。はい。1、次、よいしょ。弦。これほんまにね、もう数分いうことないか。全部やりよってもほんまに全然、1時間で何個できるやろっていうぐらい顔できますよ。引き抜き立ち上がり。そんないらんか。よいしょ。はい、最初の頭に引き抜き、グー。これストラップにしてね、あちこち上げても喜ばれそう。どうかしら。気持ち悪い？可愛い顔にしてあげてね。はい。なら次は、弦。で、3回やって、弦。3回やって、弦。で終わります。いいですか？鎖1つ。はい。じゃあまず弦から始まりますからね。1つ目のとこに出してきて、次の子にも入れてかけて出してきて、かけて3本の中を通り抜ける1回目の弦が終わり。次ね。よいしょ。次の子に、弦。はい。じゃあ次から3回ね、細編みです。1、2、3。はい。じゃあ次、弦ですね。弦。次も、次も、なら3回ね。1、次、2、次、3。で、最後、こことここで弦ですね。弦。はい。なら引き抜き立ち上がり。で、最初ね、細編みの頭じゃないんです。最初にこう減らしたから、こうね、斜め線みたいになってる。これが減らし目をした頭やけど、ここから見たら引き抜き編み、立ち上がり。最初の頭この子です。はい。で、引き抜き、引き締める。でね、この後なんですけど、あと1段編んでもいいんです。ちょっとまあ一回針外すから、ちょっとぐーっと引っ張ってね、外します。今バタ入れますね。で、この後、あれなんですよ。別に、もう一段編んでもいいし、編まんでもええっていうことが分かった。あれ、ほんで話変わるけど、これ、ダイソーさんのね、やつ、買って帰ってきてパッと開けたらね、もういきなりここスパーン切れとったんですよ。と思ったんやけど、むっちゃティッシュ方式で出しやすい。今度からこうたらここ裂いて、ティッシュ方式で出したろかと思ってますよ。はい。で、好きな分だけね、綿をこなして指とか、ちょっと私ブキッチョよっていう人とかやったらね、これ便利。この先っぽが丸くなってるの、これセリアさんで買ったと思うけど、ほら、カットバンとかあんなん売っとるとこ、カットバン言えへんのかなみんな何やったっけ前も一回そんな話したな。ちょっと地域によって言い方が違うね。絆創膏とか、あるところに売っとるようなこういうやつとかでも、挟んで詰め込んで、こう挟んで詰め込んで、挟んで詰め込んで、ちょっと不器用やねんっていう人やったらこういうのを使った方が奥の方まで詰め込みやすいかもしれない。まあでも割と穴開いてるからね、指でグーグー入れていった方が早かったらそれでも OK です。ほんで、だからさっきから話進んでない。この次の段編んでもええんやけど、編んでもあんまり今から閉じてしもたら変わらへんのよ。ほんで、裏に多分ブローチバージョンつけたりとか、あとはつけへんかってもほんまにね、なんでかなと思うぐらい一段編もうが編まなかろうが変わらへんかったから、もうちょっと楽して、この後の一段も編みよったら狭苦しいし、このまんま閉じていこうと思います。ちょっと違いだけ先見てもらおうかな。見えへんな、黒。ちょっとこの辺綿の人があるけど、これが最後の段まで塗って、編んで、
これで閉じたやつなんです。わかるかな？こんな感じ。で、これは一段手前、今の状態で閉じた状態。ほとんど変わらんくないですかね。なんか形も別変わることなく、そない言うほど一段編んだ編んでないが分かることなくやから、もうこのまま閉じようと思います。ね。気になる人やったら、口で言うときます。まず、弦。で、1、2、3。で、ちょっと待って。1、2、3、4やね。ね。弦。1、2、3、4。ほんで、弦。1、2、3、4。そしたら全部で10目になって、その10目を、こう、同じ目やっていったら5目。5目分になりますね。なら最初5目スタートしたから同じことになるっていうだけなんですけど、アニモは、この端の一目を飛ばして、ほんなら今5、今これ全部で12あるんですけど、こことここは、拾わずに、あと残りの5目ずつをチュ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 って言わしたら、全然ここから綿出るようなこともないし、大きな穴になることもないので、そういう横着をしていきたいと思います。はい。ほんならちょっとね、ぐぐ先綿だけ詰めちゃおう。よいしょ。ずーっとほっとったら喋ってます。よしよし。こんなもんでいいかな。で、耳を起こしてやったりとかね。ほら、なんか顔になってきたっしょ、猫っしょ。猫かね。はい。んなら、これでいきますよ。んなら、閉じていきます。で、次の段編む人も閉じ方は一緒なので、やっていきますよ。まずね、よいしょ。今このほら、針外した状態で、縫える分と糸始末できる分ぐらい。そんな長くいらない。切る。ね。で、この輪っかになった方で動く方をね、こっちが動くから動く方を引っ張ったら、この糸端がこうスコーンと抜けます。これでいいんです。で、これを針に通します。これ針に通すのは早送りせんの、そない早を詰められへんのよ。ね。だから、詰め方としたら、こなして針の上でこう糸を折って、これでこう引っ張り合いっこ、ここもぐっと押さえたまま引っ張り合いっこしたら、今ぺっちゃんこに糸がなっとるから、このぺっちゃんこを入れたら早いっていうだけです。早送りせえや言うてね。はい、できました。ほんなら、まず、よいしょ。わかりますか？今この引き抜いたこの、ちょっと待ってよ、周り。よし。はい。ここ今これがね、ぐーっと引き抜いて出てきた子でしょ？これが一目目なんですけど、この横っちょに渡ってるこの一目飛ばします。で、こことここ。ここと、どこや？こことここ言うて合わせていきます。で、最後の一目ももう飛ばしときます。なら、10目に減らしてきた人やったら、もうこの飛ばすことなく一目ずつ取っていくんですけど、この糸のこの縦のとこ飛ばして、このね、鎖の外側の1本だけを取ります。で、向こう側も鎖の外側1本だけを取ります。まあ、どういう取り方でも全然大丈夫。波縫いで、この外側の1本をうにうにうにって取ってきて、ぐーって絞っても全然いけると思います。ただ、アニモはこの状態でやっていきますね。まず向こうに引っ張って、で、心配やからもう一回同じところ通っときます。ね。はい。なら次の目の手前の半目、外側の半目やね。で、次の目。よいしょ。この子の外側の半目を取る。で、ここでもう一回同じとこを通っとく、心配やから。はい。次の半目、外側の半目、向こう側の外側の半目。ね。で、同じとこをもう一回通っとく。よいしょ。これをね、あと2目やったら5目分です。外の1回目グー通る。同じとこもう1回グー通る。で、次はこことここ。そしたら、ここの1目残るんですけど、これはもう無視でいいと思います。1、もう1回。通る。で、こう来たら、今こっからこう糸が渡ってきたからね。こうちょっと引っ張って突っ張っといてやってもいいと思います。はい。ほんなら言うほど、よいしょ。無理。言うほど備えにね、ちょっと突っ張っとる感はあるか。まあでも多分次の段やっても同じようなもんです。こうしてほら、ちょっと目をこうしてやるとほれ。ね。言うほど分かれへんのよ。これでこうしたら、あとはもう糸始末です。目立ちにくいところとかにこう、どこでもいいから通ってやって、一旦どっかでね、表に出てきたりします。うん。ほんなら、この細編みの足とかあったね。こういうところを、こう通ってやる。足の間。よ。
心配な人はどっかで玉結びして裏に糸ぐーっと渡らせたりとかしてもいいからね。好きなように糸始末をしてください。ねえ、チョコちゃんがええ声出したやん、今。はい。ならまたこう裏側通ったりとか、糸が残っとる限りね、ぐーぐーあちこちやって、ほいでちょっと糸始末してやっといたら、ほどけてくることもないし、強くなるから安心。こう耳の裏側もね、ほら、穴開いてないから、いい感じになっておりますね。はい。10月3。よいしょ。こんな感じですよ。で、アニメは今度これまたクリップにして、裏っ側縫うので、クリップにする人は、一番最後の糸がビーッと出てったね。状態で糸始末、ちょっとはしといてもいいけど、縫える糸を置いとくとか、このボディにね、ちょっと裏向けて、こういうボディにこうつけるんですよ。つけた時にこの糸でボディに縫い付けてあげてもいいし、ボディに残ってた糸でこの子をこうつまんで、最後ね、この子とボディから出てる糸でくくってやるとかすると強いので、残しとっても大丈夫です。怖っ。この体に白い顔むっちゃ怖いやん。面白いな。はい。はい。こんな感じで、今度ね、これの白猫バージョン、黒猫バージョン、黒バタバージョンとかね、いろんなやつをちょっとクリップにしていきたいと思います。今日はちょっとね、ゆっくりやってきたんで、長くなりましたけど、初心者さんも編めてたらいいなと思います。はい。じゃあまた次回までね、もうちょっと改善しながら考えてくるので、また次回までちょっとかかりますけど、お待ちください。はい。じゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。